トライラの鈴木です。この動画では書籍プロが教える After Effects Motion Graphics 入門講座の中で説明しきれなかった各種機能や設定項目の解説を行っていきます。第1回となる今回はチャプター1の3、1時間でできるアニメーション制作の中で登場する線のアニメーションについて詳しく解説を行います。まず新規コンポジションを作成します。名前を1の3にしてフル HD の6秒に設定します。次にテキストを配置します。整列で画面中央に配置しておきます。今回は線のアニメーションを作成するので、ペンツールで線を描きます。ペンツールを選択して、テキストの最初の文字 A の下をクリックして最初の点を打ちます。そのままマウスをずらすと線が伸びるので、もう一度クリックするとまだ点が打たれて線になります。シフトを押すことで水平になりますので、ここではシフトを押しながらUの右下をクリックします。これでタイムラインにシェイプレイヤー1という直線のレイヤーができました。次に選択ツールに切り替えてシェイプレイヤー1を開きます。するとコンテンツとトランスフォームという項目が出てきました。コンテンツはシェイプ専用の設定で、トランスフォームはすべてのレイヤーに共通の設定となります。まずはトランスフォームから見ていきましょう。アンカーポイント。1、スケール、回転などのトランスフォームの中心となるポイントです。今回は使いませんので、そのままにしておきます。1、展開すると960、540といった数値が表示されます。左側の値が左右の位置を表す X 座標、右側の数値が上下の位置を表す Y 座標の値を示しています。コンポジションサイズが 1920×1080 なので、その半分の数値960、540が現在の座標の中心となります。X 座標の値をドラッグして変更すれば左右にレイヤーが動き、Y 座標の値を変化させれば上下にレイヤーが動きます。スケール。レイヤーのサイズを調整することができます。スケールを展開すると100、100といった数値が表示されます。これらはレイヤーがもともと持っているサイズに対する比率を表しています。左側が横幅を表す X 軸方向のスケール。右側が縦幅のサイズを表す Y 軸方向のスケールとなります。100% の場合は等倍で 50% にすると元素材の2分の1のサイズになります。X の値と Y の値を別々に調整したいときには、現在の重往比を固定のチェーンアイコンをオフにします。回転。回転を展開してみると 0×0 といった表記がされています。左側が回転数360度で1回転で、右側が角度を表す表示となっています。プラス方向が時計回りで、マイナス方向が反時計回りです。360度と入力すると 1×0.0 となります。不透明度。レイヤーの透明度を調整することができます。100% でレイヤーが完全に表示され、0% で消えてしまうことになります。徐々にレイヤーが表示されてくるといった小的なアニメーションを作成する際にもよく利用されます。次にコンテンツを見ていきましょう。開いていくとパス1、線1、塗り1、トランスフォームシェイプ1が出てきました。シェイプレイヤーのコンテンツには4つの要素が含まれていることになります。まずはパス1は今回で言うと先ほど描いた直線のことを指します。次に線1はその名の通り線です。線幅では線の太さを、不透明度では線の濃さを調整することができます。次に塗り1ではシェイプの面に当たるカラーを指定することができます。ただし今回のような線だけの場合には反映されません。次にトランスフォームシェイプ1は先ほど説明したトランスフォームとは別のシェイプ専用のトランスフォームの設定となります。シェイプが複数ある場合はこの項目でここに設定することができます。この部分にはY極軸という項目が追加されています。
線を太くすると変化がわかるのですが、これらの数値を変えることでシェイプを歪めることができます。今回作成する線アニメーションにはパスのトリミングを使用します。コンテンツを選択した状態で追加アイコン、パスのトリミングを選択します。すると、シェイプ1の下にパスのトリミング1が追加されました。パスのトリミング1を開いてみましょう。すると、開始点、終了点、オフセット3つの項目が出てきます。パスのトリミングは線の範囲を切り取って狭める機能です。まずは開始点、線の左端です。数値を変化させると、開始線から線が短くなります。次は終了点、線の右端です。数値を変化させると終了点から線が短くなります。次はオフセットです。表示する範囲を操作したいときにオフセットの数値を操作します。それでは実際に線アニメーションを作成します。現在の時間インジケーターを0に合わせてから終了点の数値を0に設定して線がない状態を作ります。この状態で終了点の左にあるストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。続けて現在の時間インジケーターを2秒に合わせてから終了点の数値を100と入力します。スペースキーを押して再生すると線が出現して左から右へ流れていくアニメーションの完成です。パスのトリミングで線の範囲を0から100にすることでこのように線が伸びるような表現が作れます。次にペンツールで長方形を描いてみましょう。シェイプレイヤー1を選択してデリートで削除します。ペンツールを選択してテキストの周りを囲っていきます。まずはテキストの左上をクリック。シフトキーを押しながらテキストの左下をクリック。続けてシフトキーを押しながらテキストの右下をクリック。続けてシフトキーを押しながらテキストの右上をクリック。最後に最初に点を打った箇所をクリックすると点が結ばれて長方形ができました。整列で画面中央に配置します。選択ツールに切り替えてからシェイプレイヤー1を開いてコンテンツを開きます。すると先ほどの線と同じようにパス1、線1、塗り1、トランスフォームシェイプ1が出てきました。しかし今回は線1が非表示になり塗り1が表示されています。線と違って長方形の中には面が存在するので塗りが反映されています。塗り1の左にあるビデオアイコンをクリックして非表示に、線1の左にあるビデオアイコンをクリックして表示させます。これで長方形の線のみのシェイプレイヤーができました。次にこの長方形の線のアニメーションを作成します。コンテンツを選択した状態で追加アイコン、パスのトリミングを選択します。するとシェイプ1の下にパスのトリミング1が追加されました。それでは先ほどと同じように線のアニメーションを作成します。現在の時間インジケーターを0秒に合わせてから終了点の数値を0と入力して終了点の左にあるストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。続けて現在の時間インジケーターを2秒に合わせてから終了点の数値を100と入力します。スペースキーを押して再生すると線が出現して右上から反時計回りで線が流れていくアニメーションの完成です。開始点を切り替えたいときはパス1を選択して開始点にしたい頂点を選択。右クリックしてマスクとシェイプのパス、最初の頂点を設定を選択するとアニメーションの開始点が変わりました。パス1の右側にあるパスの方向反転のオン、オフで回転法を切り替えることができます。また、このアニメーションにオフセットを調整することでアニメーションの開始位置を変更することもできます。このようにパスのトリミングを使って線のアニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。